なあ、俺の肩、マッサージでもしてみろよ。お前、今薬の営業マンなんだろ？医者に媚び売るのが仕事なんだからさ。病院の廊下に響く遠慮のない声。言っているのは、かつて俺の同級生だった黒崎という男だ。彼は今、この病院で外科医として大きな顔をしている。一方、俺は海外に本社を置く製薬会社で薬を売り込む立場。いわゆる MR だ。もちろん、肩もみなんて彼の言うお医者様のご機嫌取りなどする気はない。だが、彼の瞳には嘲笑の色がありありと浮かんでいた。ほら、言ってみな。先生様、うちの薬を使ってくださいってな。まあ、お前の頼み方次第で使ってやってもいいぜ。息苦しくなる胸の内を何とか抑え、俺は視線を横にそらした。その時だった。突如、激しい足音を立ててナースが駆け寄ってくる。呼吸を乱しながら、額に汗を浮かべて声を張り上げた。先生、急患です。瞬間、今までふざけた顔をしていた黒崎の表情が一変した。嘲笑はどこへやら、医師としての緊張感が一気に表情を硬くする。高熱と激痛を訴えていて、意識レベルが低下し始めています。ただ、国内での症例がほとんどなく、オペ自体もかなり難しいものになるかと。その言葉を受けて、廊下の空気が一瞬で張り詰める。医師や看護師たちが声を失う中、俺は意を決して声を上げた。俺がオペします。思いもよらない申し出に、スタッフたちは思わず息を飲む。薬の営業マンが手術を執刀する。そんなバカな話があるのか？廊下が一瞬、静寂に包まれた。そこに、院長がやってきてこう言い放つ。彼はね、ただの営業マンじゃないんだよ。そして俺は、人生をかけた大勝負に挑むことになる。そして、この病院の運命を大きく変えていくのだった。俺の名前は、雨宮蓮。アメリカに本社を置く大手製薬企業、グラントファーマの日本支社で働いている。俺の肩書きはいわゆる MR、医薬情報担当者だ。医師や薬剤師、そして病院の経営陣に対して自社が開発、製造する医薬品の情報を提供し、その価値や有用性を伝えるのが主な役目である。グラントファーマは海外では名の知れた企業で、新薬の研究開発にも積極的だ。もっとも、日本での知名度は今一つなので、俺の仕事には、この会社の薬のメリットをどうアピールするかという大きな挑戦がつきものだ。もともとは海外に長くいたこともあって、グローバルな仕事がしたいという単純な思いもあった。だからこそ、こうして日本支社の立ち上げプロジェクトに参加していることに、相応のやりがいを感じている。日本に戻ってきてからまだ半年も経っていない。正直、日本の病院のシステムや医療現場の事情は、俺が想像していたよりもずっと複雑だ。海外の先進的な医療と比べてどうこう言うつもりはないが、日本独特の規制や手続きが多く、MR として活動する上で頭を抱えることもある。それでも製薬会社に身を置く者としては、一人でも多くの患者さんを救える可能性を広げる薬を届けたい。という気持ちが根底にある。だから、難儀な書類手続きや病院側の慎重な姿勢にぶつかっても、決して諦めたくはない。そんなある日、俺は都内でも指折りの病院、桜医科大学附属病院に訪問することになった。ここは患者数も多く、しかも手術件数が全国トップクラス。新薬を導入してもらえれば、他の病院への波及効果も期待できる。だから、うちの会社としては、何としても落としたい大口顧客なのだ。病院とのアポを終え、担当の薬剤部や看護部長へ一通りプレゼンを行うと、申し訳なさそうに、それでは次の会議があるので、とあっさり切り上げられてしまった。とはいえ、諦めるわけにはいかない。俺は資料の入ったカバンを抱え、長い廊下を歩いていた。その時、視界の隅に見覚えのある姿が飛び込んできた。少し斜め前方を小走りで横切っていくナース服姿の女性。人違いかと思ったが、俺の胸が妙に騒ぐ。淡いブルーのスクラブをまとい、髪を後ろでさっとまとめている姿は、懐かしいシルエットそのままだ。
大勢のスタッフが行き交う中で、彼女はふとこちらを振り返る。間違いない。あれは白石里奈だ。学生時代同級生だった女性。もっとも、俺は医学部。彼女は看護学部という違いはあったものの、なぜかサークル活動で顔を合わせることが多くなったのだ。そこでは、学部を超えて医療ボランティアや研究発表を行う機会が多かったから、お互いを知るには十分だった。あれ雨宮くん。目を丸くして、こちらを見つめる彼女に、俺はとっさに手を振った。すると、リナも急ぎ足で患者さんの対応を終えたのか、ちょっとお待ちくださいね。と優しく声をかけてから、息を弾ませながら俺の方へ駆け寄ってくる。その仕草や表情は、昔のまま明るく、そして優しかった。やっぱり雨宮くんだ。どうしてここに？俺の顔を見るなり、リナは少し頬を膨らませるように笑顔を作った。あの頃から変わらない屈託のない笑みだ。思わず苦笑すると、彼女は照れ隠しのように視線を落としながら言葉を続ける。もう会えないかと思った。卒業してから連絡が取れなくなっちゃって。私ずっと心配してたんだからね。そう言われると何も言い返せない。ごめん、ちょっと色々あって。今は製薬会社で働いてるんだ。今日はここの病院に薬の説明で来てて。製薬会社？そうなんだ。でもこうして再会できて本当によかった。視線を交わすと、学生時代の些細な思い出が脳裏をよぎる。彼女とは研究会の実習で一緒になることが多かった。真面目で面倒見が良く、誰に対しても優しい子だった。ごめん。仕事中だよな。俺、もうそろそろ失礼するよ。大丈夫。ちょうど一段落ついたし、もうすぐ交代の時間だから。よかったらさ、この後少し話さない？いや、もし予定がなかったらだけど。まさかの誘いに、俺は言葉を失う。視界の片隅では、ちらほら職員や患者さんが行き交っている。こんな場所で大きな声で話すわけにもいかず、俺たちは距離を詰めるようにして、ひそひそと会話を続ける。もちろん、俺もアポは今日で終わりだし、夜は予定ないし。じゃあ決まり。ここから少し歩いたところに、職場のみんなとよく行く居酒屋があるの。雰囲気も落ち着いてて、ゆっくり話せると思うから。夜の帳が降り始める頃、俺たちは病院の向かいにある小さな居酒屋で落ち合った。じゃあ、再会に乾杯。そう言って、リナがグラスを持ち上げた。俺もタイミングを合わせて軽く口をつける。ビールのほろ苦さが喉を通るたびに、心の奥がじんわりとほどけていく。やっぱり美味しいね。仕事終わりのビールは格別だよ。グラスを置きながら、リナがふわりと笑う。ほんと、久々だな。学生時代にみんなで飲みに行った時は、だいたいバカ騒ぎしてばっかりだったけど。さあさ、今日は二人きりでしょ？不思議だね。こうしてゆっくり話すの。言いながら、リナはちらりと視線を落とし、それから再び、俺の目をまっすぐに見つめた。どうやらまだ少しだけ照れているらしい。俺はそんな彼女の変わらない仕草を愛おしく思いながら、軽く肩をすくめる。でも、本当に看護師になったんだな。大学の頃から人を助ける仕事をしたいって言ってたけど、夢が叶ったんだな。そう声をかけると、彼女は嬉しそうにうなずいた。ずっと目標だったからね。しかも今の病院は大きいし、毎日いろんな患者さんのケアをさせてもらってるんだ。大変だけどやりがいはあるよ。それに雨宮くんがいっぱい教えてくれたおかげでもあるんだよ。いや、俺は大したことしてないよ。リナの方が熱心でスキルを身につけるのも早かったし。まあ、大変なことも多いと思うけど、看護師って素晴らしい仕事だよな。人の命や生活に直結してるんだし。お前みたいな優しい人がいると、患者さんも安心できると思うよ。そう言うと、リナは照れたように笑ってから、ゆっくりとビールのグラスを持ち上げた。製薬会社に就職したんだね。しかも、海外の会社だなんて、正直びっくりした。大学の時は、ずっと病院で働くのかなって思ってたのに。いろいろあってさ。けど、今は MR として、新薬の開発とか普及とか、そういう面で人を助けられたらって思ってる。その言葉に、リナはストンと納得したようにうなずいた。そっか。
ちゃんと医療の現場を支えてるってことだよね。医師や看護師と同じように、患者さんに手を差し伸べてくれる仕事だと思う。あの頃から変わらないね。私なんか安心しちゃった。まっすぐに見つめる瞳がどこまでも優しい。言葉の重みを感じながら、俺は再びビールを口に含んだ。ほろ苦さとともに、彼女の言葉が体の奥まで染み渡る。実は、急に連絡が取れなくなっちゃったから、もう会えないのかなって思ってたんだ。もしかしたら、私嫌われちゃったのかなって。思わず、声が上ずるほど、俺は慌てて否定する。連絡を絶ってしまったのは、あくまで俺自身の事情。決して、彼女のことを嫌になったわけではない。そっか。だったらいいんだけど。安心したようにほっと息をつくリナに、俺はテーブルに置いたグラスを一度手に取り、少しだけ時間を稼ぐようにビールを口に含む。あのさ、正直に言うと、卒業後に俺、交通事故に遭ったんだ。事故？それで連絡取れなくなっちゃったの？予想外の話だったのだろう。リナの瞳が不安げに揺れる。まあ、いろいろあってさ、入院も長引いたし、そっちにかかりきりで、電話やメールをする余裕もなかったんだ。言い訳みたいだけど、本当にいっぱいいっぱいで、心配かけたよな。そっか、大丈夫だったの？今は、痛いところとか、何か後遺症があるとか。気遣う言葉をかけながら、リナはそっとテーブルの上で手を重ねようとしてくる。その気持ちが嬉しくて、でもどうやって説明したらいいのか、胸の奥がぎゅっと締め付けられた。大丈夫。見ての通り、こうして元気に働けてるし。まあ、当時はいろいろ忙しくて、手術とかリハビリとか、あとは今の仕事に慣れるのにも一生懸命だった。そっか、そうだったんだ。リナは少しうつむきがちに、でもほっとしたような表情で微笑む。俺はそんな彼女の姿を見て、無意識に小さく息をついた。もう心配しなくていい。俺は元気だから、久々に会えてこうやって飲めてるしな。そうだね。よかった。本当に。あ、ちょっとトイレ行ってくるね。そう言って彼女が席を立つ。手元を気にしながら足早に個室を出ていく姿を見送ると、ふと緊張が解けたのか、少しだけ胸の奥がドキリと弾んだ。こんな風に二人で再会して話すなんて、ほんの数時間前までは想像すらしていなかったことだ。だが、その甘い余韻を断ち切るかのように、店の入り口がガラリと開き、背の高い男の姿が見えた。妙に嫌な視線を感じて顔を上げると、そこにいたのは黒崎颯。大学の頃から何かと意地悪をしてくる、あの因縁深い男だ。よりによって、こんな場所で再会するなんて。お前、雨宮か？まさかこんなところにいるとはな。こちらを見下ろすようにして、黒崎は鼻で笑う。昔からプライドが高く、周りを見下すような言動が多かった。本人はエリート意識に溢れているつもりなんだろう。まさか、リナがトイレに立ったタイミングで出くわすとは、嫌な予感しかしない。おい、雨宮。お前今何やってんの？医者じゃないよな。さっきまでほんのり残っていた酔いの感覚が一気に吹き飛ぶ。今は製薬会社で MR をやってる。お前も知ってるだろ。グラントファーマ。そう言いかけたところで、黒崎は大げさに肩を震わせながら笑い声を上げた。成績優秀だったお前が医者じゃねえってマジかよ。あの時はいつもすかしてたよな。何やっても一番でさ、そんな天才くんが今じゃ薬売り。笑えるぜ。思わず拳が震える。けれど、ここで感情を爆発させるわけにはいかない。俺は静かに息を整え、低い声で返す。今の仕事だって立派だ。俺が担当してる薬が患者を救う可能性だって。綺麗事言ってんじゃねえよ。黒崎は吐き捨てるように言って、面倒そうに視線をそらした。その様子はまるで理屈を聞く気などないとでも言わんばかりだ。リナがずっとお前にくっついてたのは、お前が医者になるって分かってたからだろ。金も地位も手に入る未来が見えてたから。だけど、現実は違ったわけだ。まあ、今は俺と付き合ってるけどな。
黒崎の薄笑いを見た瞬間、俺の胸の奥で何かがヒヤリとした。彼が口にしたその一言は、頭の中を真っ白にするには十分すぎる衝撃だった。思わずすっとんきょうな声が出る。彼はわざとらしくため息をついてから言葉を続けた。俺は医者になった。リナと同じ病院で働いてる。お前が期待されてた道をまんまと俺が手に入れたってわけだ。だから今、リナは俺と付き合ってるんだよ。嘘だ、そんなの。たまらず口を挟んでしまう。黒崎は鼻で笑うようにして、店の照明の下で嫌みったらしく肩をすくめる。嘘だかどうだか、本人に聞いてみろよ。お前と連絡取れなくて寂しがってたリナを、俺がちょっと慰めてやったんだよ。そしたら、黙れよ。唇が震える。どうにか言葉を吐き出そうとしても、まともな一言が出てこない。仕方ないさ。お前は医者になれなかった。今はなんだ？薬を売る営業マンか？どんなに綺麗事並べたところで、お医者様には勝てねえんだよ。その時、雨宮くん、どうしたの？振り返ると、ちょうどトイレから戻ってきたリナが、こちらを見ている。一瞬、黒崎と俺を交互に眺め、怪訝そうな表情を浮かべる。黒崎は嘲笑をやめると、すぐにいつものエリート外科医の顔に戻った。なあ、リナ、今飲んでるのか？そいつと二人きりで。黒崎の口ぶりは、あたかも恋人同士の会話でもするかのように気安い。リナは、きょとんとした表情を浮かべたまま。ああ、再会したから軽くね。とだけ答えた。おいリナ、あんまり飲みすぎんなよ。この間、お前が二日酔いで使い物にならなかったって誰かにチクられたらしいじゃねえか。ちょっと、今そんな話しなくてもいいでしょ？しかも、今日そんなに飲んでないってば。リナは慌てて言い返すが、黒崎は意地悪そうに笑っている。まあ、ほどほどにな。そう言い残すと、黒崎は鼻で笑いながら手をひらひら振り、店の奥へ消えていった。ごめん、せっかく一緒に飲んでたのに、こんなことになって。小さな声で漏らされたその謝罪に、俺はどう言葉を返せばいいのか迷う。黒崎の挑発と嫌味がちらついて、頭の中が整理できないまま、わずかに視線を外す。いや、俺は全然。むしろ変な空気にしちまって悪い。黒崎があんなことを言うのはいつものことだし、あいつ本当変わらないな。本当にね。もう行こっか。重い空気を断ち切るように、リナが静かに声を落とした。店の外に出ると、夜風がひんやりと頬を撫でた。やや肌寒い気もするが、さっきまでこもっていた張り詰めた空気が少しだけ和らいだようにも感じる。そんな中、リナが小さく笑いながら口を開いた。こうやって、またたまに会えるかな。その言葉に、俺は一瞬言葉を失う。それは、友達としてだよな。だってリナはあいつと。俺が言葉を言いよどんでいると、リナが言った。なら、今度他のみんなも誘っていこうよ。久しぶりに会えたんだし。もちろん、あいつは呼ばないけど、どう？気を利かせるような軽い調子に、思わず肩の力が抜ける。彼女はいつも通り、相手の気持ちをほぐすのが上手だ。俺は小さく苦笑して、すぐにうなずいた。そうだね。決まり。後日連絡するから、開けておいてよね。そう約束を交わすと、俺たちは互いに短く手を振り合い、その日はそれで別れた。去っていく彼女の後ろ姿を見送ると、やけに冷え込む夜の風が残った熱気をさらっていくのを感じる。いつもより長く感じられた夜。それでも、再び話す機会ができたことを思えば、悪くないかもしれない。あれから数日が経った頃、俺は早朝に、桜医科大学附属病院を訪れていた。病院側から新たなデータを提示してほしいと要請があり、MR としては願ってもないチャンスだったからだ。質疑応答が終わり、部屋にかすかな静寂が訪れたと思った瞬間、薬剤部長が、実はずっとこの薬に注目していました。と言いながら、こちらに向かって微笑みを返した。海外では多くの臨床データが出ているようですが、これが日本国内での導入例の第一歩になりますね。ぜひ当院でも採用させていただきたいと思います。一瞬、頭の中が真っ白になる。次の言葉をつなげようとする前に、
看護部長までもが、早めに導入が決まると嬉しいですね。私たち看護師も治療の選択肢が増えるならありがたいですから、と優しくうなずいてくれた。ありがとうございます。今後も何かご要望やご質問があれば、すぐに対応いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。次々と交わされる握手や名刺交換。その温かな雰囲気の中で、俺は込み上げる達成感をかみしめる。プレゼン終了後、薬剤部長や看護部長に丁寧にお礼を述べ、病院の応接室を出た時には、もう昼の光が窓際を眩しく照らしていた。エレベーターへと続く廊下を歩きながら、思わず小さく、よしとガッツポーズを作りかける。その時、唐突に背後から声をかけられた。へえ、ずいぶん上機嫌じゃないか。振り返ると、そこには黒崎が腕を組んで立っていた。黒崎先生。お前さ、未練がましくちょろちょろすんなよな。未練って何の話だ。嫌な笑みを浮かべた黒崎は、わざとらしく目を細めながら、少し身を乗り出してくる。お前がここに来るのは、仕事のふりしてリナに会いに来てるだけだろ。何を期待してんだか。俺は仕事で来てるだけだよ。MR として、この病院で新薬の導入を。どうせ大した仕事じゃないだろ。黒崎は、俺の言葉を遮るように肩をすくめる。視線はあからさまに、俺を見下すように動き、唇の端は歪んだままだ。薬の営業なんて、所詮売り込みだろ。医者に媚び売って、うちの薬ぜひ使ってくださいって頭を下げるだけの仕事じゃねえか。そんなプライドのない仕事、よくやるよな。医者や看護師だけが医療を支えてるわけじゃない。MR は MR で、患者さんの選択肢を増やす大事な。はいはい。お説教はもういいって。ああ、そうだ。俺最近オペ続きで肩が凝ってんだよ。ちょろちょろしてんなら、マッサージでもしてくれない？お前今暇なんだろ？冗談はよせよ。使えないな。どうせ役立たずの薬売りだろ。せめてマッサージくらいしてみせろっての。お前が薬を売りたいなら、この俺の機嫌を損ねないようにした方がいいんじゃない？なんてったって、院長や薬剤部長よりも、実際にメスを握るのはこの俺なんだからな。俺が医局会議で拒否すりゃ、あっさり導入は白紙に戻るぜ。その時点で、お前の給料もチャラかもしれないな。ふっ、笑えるよな。お前の給料は俺次第と言わんばかりの物言い。あまりの挑発に、苛立ちが募る一方だ。ほら言ってみな。黒崎先生、うちの薬を使ってください。ってな。ま、お前の頼み方次第で使ってやってもいいぜ。そう言うと、黒崎は勝ち誇ったような薄笑いを浮かべている。まるで、俺が自らを曲げて、媚びへつらう様子でも楽しもうとしているかのようだ。胸の奥でぐらつく怒りを懸命に抑え込み、拳を握る。その時、黒崎先生、少しよろしいか。唐突に背後からかかった声。その声は低く穏やかでありながら、どこかしっかりとした威厳を宿していた。振り向くと、院長がゆったりとした足取りで、こちらに近づいてくる。その視線は、一瞬だけ黒崎を捉えた後、続いて俺の方に向けられる。黒崎が、にわかに居心地悪そうに目をそらしたのが分かった。院長先生、息を飲む。病院の長である院長は、実直な人柄でスタッフたちから慕われている。俺がこの病院に初めて足を運んだ時も、海外のデータに精通していて、興味を持ってくれていたと聞く。今までも何度か挨拶を交わしてきたが、こうして直接間に入ってくれるのは初めてだ。ああ、天宮君もいたんだね。お疲れ様。黒崎先生、先ほどから少し声が響いていたようだけれど、何かあったのかね。あまり患者さんや他のスタッフの前で、揉め事は好ましくないと思うが。淡々とした口調。それだけなのに、黒崎ははっと息を飲んだのが分かった。これまで散々強気だった男が、院長の前では、さすがに外科の若手エースという肩書きだけで、強気を貫き通せないらしい。とはいえ、黒崎も簡単に折れる玉ではない。やや不服そうな顔をして、白衣のポケットに両手を突っ込み、口ごもる。いや、別に大したことじゃないですよ。こいつがうちの薬を使ってくれとか。黒崎先生。院長の声がかぶさる。それは、声量こそ抑えてあるが、
明らかにたしなめる響きがあった。黒崎は言葉を引っ込め、ちらりと院長の表情を伺う。彼はね、ただの薬売りなんかじゃないよ。グラントファーマは海外の大学病院や研究施設と提携して数々の実績を上げている。世界的に見ても新薬開発やオーファンドラッグの許可取得が早く、日本でまだ未承認の薬でも欧米では成果を上げていることが多い。そんな会社の日本市場でのパイオニア役を担っているのが雨宮くんだ。彼を薬売りと呼ぶのは簡単だが、実際には単に薬を紹介するだけではない。新薬の有効性や安全性に関わるデータ収集、臨床研究の橋渡し、医療スタッフへの教育、サポート、多くのことを担っている。何より雨宮くん自身が強い情熱を持って働いてくれているのが大きい。そうじゃないかね。急に話を振られ、一瞬言葉が詰まりそうになるが、俺はできるだけ平静を装ってうなずく。はい。患者さんが救われる可能性を一つでも増やしたい。そのために海外の知見を持ち込み、日本の現場に合った形へ落とし込む仕事をしたいと思っています。先日も、北関東医療センターでほとんど採用例のない薬剤の導入を成功させたと聞いたよ。知見のフォローや学会発表にまで積極的に参加して、あちらの医療スタッフから高い評価を得たともね。彼が MR として現場をつないでくれたからこそ、滞りなく新薬を取り入れられたと感謝していた。外資系の大企業の名前をちらつかせるだけでは、そう簡単に首を縦に振る病院じゃないんだ。院長の言葉に、黒崎は露骨に不快そうな表情を浮かべる。黒崎先生、あなたも優秀な外科医だということは、私もよく知っている。若手ながら多くの難しいオペを成功させているのは、本当に素晴らしいことだ。だが、もし当院で新薬の導入が決まれば、外科領域だけでなく、内科や他科とも連携が進み、患者さんのメリットが増える。それはあなたにとっても、全く関係のない話ではないと思うんだがね。その言葉に、黒崎は悔しそうに、白衣の裾をぎゅっと握りしめ、はいと声を絞り出した。院長は小さく笑って、俺と黒崎を見比べる。黒崎先生、くれぐれも、病院の廊下で大声を出さないように。雨宮くんは、当院にとっても、決して無視できない重要なパートナーなのだから。黒崎は、明らかに面白くなさそうに眉をしかめ、ちらりとこちらを睨んできた。わかりました。では、俺はオペの準備があるので、失礼しますね。そう言うと、黒崎はキビスを返し、そのまま病棟の奥へと歩き去った。後ろ姿からは、悔しさというよりは怒りを抑え込んだ雰囲気がひしひしと伝わってくる。雨宮くん大丈夫だったかい？なんだか妙な空気になっていたようだが。はい、ありがとうございます。お気遣いいただいて助かりました。いやいや、私こそ助けられているよ。うちのスタッフも日々のケアで手一杯だからね。新薬を導入するには外部からの情報や海外の実績が不可欠だ。もしまた何かあったら遠慮なく言ってくれたまえ。君の会社が持つデータは当院だけでなく日本の医療業界にとっても大いに価値があるはずだから。そう言って院長は気さくに笑いかけてくれる。まさか院長直々にここまで評価されるとは思っていなかった。俺の胸には感謝と安堵がじわりと広がっていく。ありがとうございます。引き続き精一杯サポートさせていただきます。何かあればいつでもご連絡ください。深く頭を下げると、院長は満足そうにうなずいて去っていった。あれから数日後、桜医科大学附属病院の正面玄関を抜けてロビーに入ると、独特の消毒液の香りが鼻をくすぐる。先日とは打って変わって、俺の胸はどこか高揚感に包まれていた。というのも、今日は俺たちの会社の新薬が初めて桜医科大学附属病院に正式に納品される日なのだ。自分がずっと携わってきた薬が日本の医療現場で新たな可能性を生み出そうとしている。そう考えるだけで胸が熱くなる。契約が成立した時は正直ほっとしたが、実はここからが本当の勝負だ。契約はあくまでもスタートライン。病院がスムーズに新薬を使いこなせるよう、MR としての仕事はむしろこれからが本番だった。ところが、その期待は病院のカウンターで早々に打ち砕かれる。
薬剤部のスタッフに挨拶をして確認すると、どうも話が噛み合わないのだ。まだ届いてないんですか？先週うちの本社から正式に出荷手配したはずですが。資料を広げながら俺が問いかけると、担当の薬剤師は困ったように眉を寄せた。こちらには出荷の連絡が来ていませんね。通常なら運送会社からも情報が届くはずなのに、何も。一応念のため棚卸しもしてみましたが、新薬の在庫なんて影も形もありませんよ。そんなバカな。俺は動揺を悟られないように深呼吸する。確かに本社のロジスティクス部門からは予定通り出荷しましたと連絡を受けていたし、輸送の遅延が発生したというアナウンスもなかった。病院側も急ぎで確認してくれるというので、一旦はそのまま待機することにしたが、何か嫌な胸騒ぎがする。このタイミングでトラブル。本社に問い合わせても、すでに出荷したの一点張りだし、病院側も連絡を受けていない。スタッフがあれこれ電話をかけているのを横目に、俺はナースステーションの窓口に寄りかかるようにして、深く息を吐いた。せっかく採用が決まったのに、こんな初動不良で病院からの信用を失うのだけは避けたい。しかも病院によっては、こうしたトラブルを理由に導入そのものを再検討するケースだってある。そうなると、患者さんにとっても大きな損失になる。すると、そこへ黒崎がやってきた。おい、雨宮、今薬が届いてないんだってはは、笑えるよな。せっかく院内会議で導入が決まったって喜んでたのに、肝心な品物が来ねえとはどういうことだよ。言葉の端々に散りばめられた嘲笑が嫌でも神経を逆なでする。俺はなんとか平静を装って返す。本社に確認を入れればすぐにわかることだ。多分配送トラブルか何らかの手違いがあっただけだと思う。遅れているだけでそのうち。へえ、本当にただの手違いかな。さっき薬剤部の連中がなんか困惑してたけどよ。あれ、お前が勝手に送付先を改ざんしたんじゃないのか？あるいはお前の会社がずさんなだけかもしれないけどな。どっちにしろお前の管理不行き届きってことだろ。あまりに失礼な物言いだ。さすがにカッとなりかけるが、ここで爆発すれば黒崎の思うツボだ。冷や汗をかきながら相手の視線をそらさず言い返す。そんなわけないだろ。俺のせいにしても何の得にもならない。院長や薬剤部長だってこういうトラブルは普通に起こりうることだって理解してるはずだ。黒崎は鼻で笑って肩をすくめる。そうかね。お前の会社が外資系で優秀だってのは院長の受け売りかもしれないが、現にこんな初歩的なミスをやらかしたんじゃ説得力がないな。大口叩いといていざ本番って時に物がない。下手したら詐欺に近いんじゃないか。まあ俺にとっちゃどうでもいいんだけどさ。お前が頼んでた薬が届かないってことは患者が困るだけじゃなくて、お前の会社の信用もガタ落ちだろ。責任者としての立場危うくなるんじゃねえの。鋭い言葉が胸をえぐる。それは紛れもない事実だ。もしこのまま原因不明のまま納品が滞れば、導入の話が白紙になる可能性もある。そうなれば俺の責任は免れず、下手をすれば担当を外されるどころか会社から相応の処分を受けかねない。まさか首とまではいかなくとも大きなダメージになるのは想像に難くない。何があったとしても本社と病院側で正式に契約交渉が進んでいるんだ。簡単には取り消されない。俺もすぐに原因を突き止めて早急に対応するから。自分自身に言い聞かせるような口調になってしまう。でも黒崎はそんなかすかな決意を一周するようにあざけるような笑みを浮かべた。まあせいぜい頑張れよ。お前の身がどうなろうと俺の知ったこっちゃないが、クビにでもなったらまた新薬が売れなくなっちゃったとかいうざまを見るわけだ。それも面白いかもな。口の端を歪めて笑う黒崎。その姿に激しい苛立ちを覚えながらも、俺はぐっと歯を食いしばりその場を去る。実のところ黒崎が裏で何か仕掛けたんじゃないかという疑念も捨てきれない。すると突然ナースステーションの奥から看護師が血相を変えて走り出てきた。黒崎先生、大変です。先ほど救急で搬送された患者さんが。看護師は言葉を一瞬ためらうように詰まらせ、それから意を決したように声を張り上げた。黒崎先生の妹さんだそうです。倒れて意識が朦朧としてるみたいで、先天的な血管の異常が疑われるって
一瞬、空気が凍った。周囲のスタッフが息を飲む音さえ聞こえてきそうだ。看護師の報告に対して、黒崎は信じたくないものを聞かされたように、目を大きく見開き、そのまましばし言葉を失う。やがて、唇を噛み締めながら声を絞り出した。妹が？どういうことだ？俺は思わず、黒崎の方へ駆け寄った。黒崎！妹さん、何か病気なのか？知らねえよ。最近ちょっと調子が悪いとは言っていたが、とにかく、救急外来に行く。お前はそこに突っ立ってるなら邪魔すんな。すれ違いざまに浴びせられた言葉は乱暴だったが、その声には明らかな動揺が滲んでいた。いつもの傲慢な態度はどこか崩れ、ただ妹を案じる兄の姿がそこにあった。黒崎先生、急患の患者さん、搬送先はこちらです。看護師が案内する先は外来棟にある救急スペース。一足先に到着したストレッチャーにはまだ20歳そこそこの女性が横たわっていた。顔色は悪く、前髪の隙間から覗く額には冷たい汗がびっしり。黒崎は息を飲むと駆け寄ってその手を握る。綾香、どうしてこんな。彼女はかすかに目を開けたかと思うと苦しそうに息をしている。兄ちゃん、痛いの。ごめん。そのわずかな声で妹がどれだけ苦痛に耐えているかが伝わる。担当医らしき白衣の男がモニターを睨みながら黒崎に視線を向けた。黒崎先生、この患者さんはご家族だったんですね。先ほど血管造影の簡易検査をしたんですが、やはり先天性の血管形成不全の可能性が高い。海外の新薬を使えれば手術を回避するか、あるいは負担を大幅に減らせるケースが報告されていますが。そう言いかけ、担当医は申し訳なさそうに言葉を濁す。まだ届いてないんですよね。グラントファーマさんが出荷する予定だった薬が。その言葉を聞いた黒崎が突然、目を見開きながら顔を青ざめさせた。その薬があれば、妹は助かると。担当医がモニターを見ながら、まるで苦虫を噛みつぶすような表情で言った。実は、この方の症例は、先天性の血管異常が疑われていて、日本ではまだ治療法が確立していません。ですが欧米の論文では、グラントファーマの新薬が有効例をいくつも出している。もし今日届く予定だったその薬があれば、大掛かりな外科手術をしないで済む、または手術のリスクを大幅に下げられる可能性があるんです。担当医の視線は、ベッドの上で苦しげに呼吸を繰り返す黒崎の妹へ注がれている。モニターに映る数字は不安定で、時間が限られているのは明らかだ。俺はその光景を見つめるうちに、いても立ってもいられなくなり、思わず一歩前へ出た。すみません。私はグラントファーマの MR をしている雨宮と言います。先ほども、病院の薬剤部の方と連絡を取っていたんですが、どうやら出荷トラブルが起きているようなんです。すぐに本社にも問い合わせて、今どこに薬があるのか確認してみます。他の病院や研究施設に回せる在庫がないかも同時に当たってみますから、とにかく少しお時間をいただけませんか。担当医は、あなたが MR の。と納得したようにうなずく。だが、表情はやはり曇ったままだ。新薬を使えば劇的に状況を改善できるかもしれないのに、肝心の薬がないとなればどうしようもない。それでも希望があるなら、すがりたいという心情が見て取れる。そんな中、黒崎が歯を食いしばりながら言った。倉庫にあるんだよ。お前の会社の薬。正確には、あっちの別の倉庫に移してある。もともと入荷予定だったのと違う場所にな。聞き逃せない言葉に、俺ばかりか、担当医も驚きの表情を浮かべる。なんでお前、そんなこと知ってるんだ。お前まさか。お前をちょっと困らせようと思ったんだよ。どうせ医者になれなかったくせに、外資系の MR だかなんだか知らねえが、偉そうに病院を出入りしてるのが気に食わなかった。だからちょっとしたいたずらで、倉庫データを書き換えた。それだけのつもりだったんだ。言葉を失う。まさか本当に黒崎がデータ改ざんを仕掛けていたなんて。だが、この薬は今まさに黒崎自身の妹を救う鍵になるかもしれないのだ。そんな事態を想像もしなかったのだろう。彼は拳を握りしめ、顔面蒼白で息を乱している。どうして、そんなバカなことを。驚きと怒りで声が震える俺に、黒崎は情けなさそうに目を伏せる。だから言ったろ。ちょっと困らせたいだけだったんだよ。
まさか、俺の妹がこうなるなんて。しばし沈黙が落ちる。担当医は、困惑の色を隠せず、看護師たちも顔を見合わせている。とにかく、すぐにその保管庫にある在庫を取り寄せれば、妹は助かるかもしれない。そうだろ？そんな中、黒崎は自分のスマホを握りしめ、どこかに連絡を取ろうとする仕草を見せた。でも間に合うのか？早めに処置しなきゃ危ないって言ってるんだ。患者が急変したら。わかってる。でも他にどうすりゃいいんだよ。担当医が重苦しい空気の中、小さく息を吐きながら言う。急変が進めば、薬を待つどころか、外科的処置をするしかなくなります。患者さんの負担はかなり大きい。でも放置すれば命が危ない。どうするんですか？黒崎先生。返答に詰まり、黒崎はまるで床を睨むように視線を落としている。感情が渦巻いて言葉にならないのだろう。空気が張り詰める診察室。モニターの警告音が時折けたたましく鳴り響く。その音は間違いなくタイムリミットが近いことを知らせていた。俺がやる。思わず口をついて出た俺の言葉に、黒崎は目を向いて俺を睨みつけた。はぁ？お前バカか？お前は医者じゃないだろうが。MR だろうがよ。怒りと焦りをにじませる彼の声。俺は医者だ。大学で日本の医師免許を取った後、海外に渡ってしばらく外科医として働いてたんだ。今は MR として働いているが、そこへちょうど院長が駆けつけてきた。どうやら事態を聞きつけたようだ。院長は黒崎と俺の間に視線を移して、落ち着いた声で言った。彼は医者だよ。それもかなり優秀なね。うちの病院が新薬を採用しようとしている大きな理由の一つが、彼の持つ海外の情報と実績だ。まさかこのタイミングで、外科医として腕を振るうことになるとは想定していなかったが。黒崎は苦々しい表情で唇を噛む。俺はその視線を正面から受け止めると、一度深呼吸して周囲をぐるりと見回した。言われた通り、日本では症例がほぼないです。でも、俺は海外で似たオペを何度か経験してきました。もちろんリスクは高い。それでも、このまま何もしなければ患者さん、黒崎の妹さんの命が危ない。そう言うと、担当医はまるで葛藤をこらえるように眉を寄せる。海外での経験があると言っても、実際にここでは前例がありません。むしろ危険な賭けになるかもしれない。本当にやるんですか？静かな問いかけに、俺は強くうなずいた。何年ぶりかに味わう、医師としての責任感が胸を激しく叩いている。ええ、やります。海外でオペを執刀した時と同じ手順でいけば、成功の可能性は十分にあるはずです。黒崎、お前もサポートに入ってくれ。外科医としての腕を貸してほしい。思いがけない言葉に、黒崎はわずかに目を見開いた。しばし沈黙があったが、黒崎は小さくうなずいた。わかった。妹を救えるなら何だってやる。院長は、よしと短く言って、看護師長や担当医に目配せする。すぐにスタッフたちが動き始め、モニターや機材を手術室へ運ぶ音が廊下に響き渡る。バタバタと慌ただしい足音が飛び交う中、俺は黒崎とわずかに視線を交わした。俺が今まで MR として携わってきた知識、そして過去に培った外科医としての経験、その全てをかけてこのオペに挑む。もし成功すれば、日本の医療にも大きな一歩をもたらすかもしれない。失敗は許されない。看護師が急いで手術着を準備し、間もなくオペ室へご移動をお願いします、と声を上げる。俺は胸の奥に湧き上がる熱さを抑え込むように息を吐き、白衣を脱いでスクラブに腕を通した。行こう。患者さんを待たせるわけにはいかない。そして、黒崎の妹が横たわるストレッチャーが手術室へと運ばれていく。かすかに開かれた瞳は震えるように動き、意識が朦朧としているのがわかる。命の重みが痛いほど伝わってきた。だが、俺は一切の迷いを捨てて、メスを握りに行く。黒崎は、その背中を追うように無言でついてきた。今はただ、チーム一丸となってこのオペを成功させる。そう固く心に誓いながら、俺は手術室のドアをくぐる。手術室の空気が一気に緩んだのは、モニターの警告音が静かになってからだった。終わった。みんなお疲れ様。そう宣言すると、周囲の看護師たちが一斉にほっと息をつく。照明に照らされていた術屋から視線を外し、ペンライトを下ろす。
長時間にわたる集中の反動で思わず膝が震えそうになるのを一生懸命こらえた。黒崎の妹はどうにか危機を脱した。血圧や心拍はやや不安定ながら、モニター上の数字は落ち着きを取り戻しつつある。術後管理はまだ気を抜けませんが、ひとまず大丈夫でしょう。再発防止のためにも、早く例の新薬が使えるようになるといいですね。担当医がそう言いながら、患者の容体を見やる。その声を聞いて、黒崎は険しかった表情をほんの少しだけ緩める。妹の顔色はまだ青白いものの、先ほどまでの危機的な状態よりははるかにマシだ。そこへ外科のベテラン医師がこちらへ歩み寄り、にこりと渋い笑みを見せる。お疲れ様でした。正直日本じゃ前例がほとんどないオペだと聞いて、内心どうなるか心配でしたが、見事な腕前でした。若い頃に海外で研修を積んだ医師は何人も見てきたけれど、ここまで完成度の高い技術を目にするのはめったにありませんよ。その言葉を聞くや、周囲のスタッフも一斉にうなずき、同意の声があちこちから上がる。いや、本当に、このオペに参加できてすごく勉強になりました。先生が要所要所で指示を出すだけじゃなくて、自分で器具を使うタイミングが完璧で。そうですよね。しかも神経や血管の位置を把握するのが早い。見失いそうなところも一瞬で補正してましたし、看護師たちが次々に口を挟むので、さすがに恐縮してしまう。俺は再びぐっと膝に力を入れ、倒れ込まないように意識を張り詰めながら軽く頭を下げた。ここまで褒められると逆に照れますね。もちろんみんながしっかりサポートしてくれたから成功したんです。でもありがとう。小さく息を吐いたとき、後ろから院長が肩を叩く。素晴らしかったよ。最後まで患者を諦めない姿勢。あれはうちの若手医師にも見習ってほしいくらいだ。さて、まだ術後の経過観察は続くが、とりあえずお疲れ様。今日は存分に休んでくれ。院長からそう告げられ、俺はやっと肩の力を抜いた。外に出ると、病院の廊下はもう夜の静けさに包まれかけていた。さすがに疲労は隠せず、休憩室の椅子に腰を下ろした瞬間、息が漏れる。軽く水分を補給したら、体中がじんわりと重たく感じられた。もう少しで、まぶたが落ちそうになる。こんなにクタクタなのは、医師として最後にオペに携わった日以来かもしれない。あれからどれだけ時間が経ったのだろう。雨宮！誰かが俺の名前を呼ぶ声に、わずかに意識を引き戻される。顔を上げると、そこには黒崎が立っていた。いつも憎まれ口ばかり叩いていた彼も、今はどこか居心地の悪そうな表情だ。ちらりと視線をそらしてから、低い声で言葉を継ぐ。新薬のことだが、先ほど倉庫からこちらへの輸送が完了したそうだ。すまなかった、本当に。あれがあれば、妹も救えるかもしれないのに。俺が余計な真似をしたせいで、こんな事態になった。黒崎らしくもない素直な謝罪に、俺は少しだけ目を見開く。けれど、これで妹さんの治療をさらに進められるなら、何よりだ。俺は無言のまま、小さく安堵の息をついた。それと、お前マジで何者なんだ。あのオペほんとすげえじゃねえか。悔しいけど認めるよ。肩を壁にもたれかけるようにして、黒崎が低い声でつぶやく。いつもなら、あからさまに皮肉を飛ばすところなのに、今回は素直な評価が滲んでいた。まあ、大したことはないさ。俺は少しばかり罰が悪い思いで肩をすくめる。俺は日本で医師免許を取った後、海外へ行って研修を積んだんだ。そこで外科医として何度もオペを経験して、まあ、そこそこ腕を磨いた。けど日本に戻ってきた時、事故に遭ってしまって、それが原因で満足に手術ができなくなった。細かい感覚にズレが出て、集中力も思うように持たなくなったんだよ。だから医療の道を諦めることにした。切り出すと黒崎は短く息を飲む。普段の俺なら決して話さないような過去かもしれないが、今回ばかりは経緯を隠す必要もないだろう。それで今は新薬の MR なんかやってるってわけか。けど、あれだけのオペをこなせるなら十分やっていけそうに思えるけどな。黒崎がそう続けるのを聞きながら、俺は唇を噛んだ。彼にとってはなんで執刀医をやらないんだと不可解なのかもしれないが、俺自身には譲れないものがある。実際、今日は仕方なくメスを握った。それでも、やっぱり自分の納得いく動きとは、
違うところがあったし、常に怖さもあったよ。中途半端な技術でミスをするくらいなら、もっと別の形で患者を助けたいんだ。新薬だったら、そういうリスクを抱えずに治療の選択肢を増やす手伝いができるし、海外の症例を日本に持ち込んで広めることで、結果的に命を救えるかもしれない。黒崎は黙ってそれを聞いている。そうかよ。まあ、お前の好きにすればいいさ。今回ばかりは、ありがとな、妹を助けてくれて。そうぼそりとつぶやく彼の瞳には、やりきれない思いが入り混じっていた。自分のせいで薬が届かず、妹が危機に陥った事実を、黒崎はどこかで悔いているのかもしれない。だけど、今はそれを責める気にはなれなかった。あれから数日が経った。例の手術が成功し、黒崎の妹が集中治療室から一般病棟へ移るまでには、思いのほか早く容体が安定した。あれだけの大手術を経た割に回復が順調で、医療スタッフの間でも少しした話題になっている。そんな中、俺は退院後のフォローや新薬の普及プランを進めるため、再び桜医科大学附属病院を訪れていた。気持ちはまだ落ち着かないが、とにもかくにも命が助かったことが一番だ。廊下を歩いていると、淡いブルーのスクラブ姿を見かけて、思わず声をかける。リナ。あ、雨宮くん。看護師服の上からカーディガンを羽織っている彼女は、昔と変わらない優しい眼差しで、こちらに振り返る。学生時代からの仲とはいえ、最近はお互い仕事に忙しく、まともに話す暇もなかった。そんな彼女が少し気遣うように微笑む。大変だったんだね。あの手術のこととか、薬が届かないってトラブルのことも聞いたよ。まさか雨宮くんが嫉妬までしてたなんて。いや、俺はただ無我夢中でやっただけさ。正直、久しぶりにメスを握るとは思わなかった。そう言うと、リナは少し懐かしそうな表情を浮かべる。頬にかすかに笑みの影が差しているのがわかり、俺は彼女の口元からこぼれる言葉を待った。昔から雨宮くんは優秀だったけど、それ以上に輪をかけて頑張り屋さんだったよね。何かに夢中になると、周りが見えなくなるくらい。あの頃から本当に一生懸命だった。彼女の言葉に胸の奥が少し熱くなる。確かに自分なりに精一杯やってきたとは思う。でも、優秀だなんて言葉を素直に受け取るには、俺はあまりにも不器用だった。俺が頑張れたのは、リナのおかげなんだよ。そう口にして、ふと学生時代のある出来事が蘇ってきた。当時、俺は外科医を目指して、夜な夜な研究室にこもり、資料を読み漁っていた。講義と実習に追われて寝不足が続き、心身ともにギリギリの状態だった。ある夜、実験室の隅でうずくまってしまった時があった。原因不明のめまいと動悸、それに焦燥感。もしかしたら、ここまでして医学を学ぶ意味はあるのか、なんて弱音をつぶやいていたのかもしれない。そんな俺に最初に気づいて、駆け寄ってきてくれたのがリナだった。あの時、彼女は看護学部の実習レポートが山ほどある時期だったのに、まるで自分のことのように心配してくれた。大丈夫？無理してないよね。水持ってくるから少しだけ休もう。あの時のリナの声は耳に優しく溶け込んだ。そこには上下関係や学部の差なんてものはなく、ただ一人の人間として俺を支えてくれる温かさがあった。俺は泣き言なんて言いたくないのに、彼女の前では恥ずかしさも忘れて何度も弱音を吐いてしまった。それでもリナは最後まで顔を曇らせることなく一緒に頑張ろうと言ってくれたのを覚えている。今思えばあの時踏ん張れたのはリナがずっと付き合ってくれたからだ。俺は本当にありがとうって思ってる。そう言葉を結ぶと、リナは照れくさそうに目を伏せながら小さく笑う。私だって、あの頃は看護学部の実習が大変で逃げ出したくなってた。けど、雨宮くんがいつも真剣に勉強してる姿を見ると、私もちゃんと頑張らなきゃって思えたんだよ。お互いに支え合ってたっていうか、引き上げ合ってたよね。リナの瞳に浮かぶ柔らかな光は、あの夜の研究室で感じた優しさと同じものだった。きっと俺は、これからも何度も壁にぶつかるだろう。医者として挫折した今だって、新薬の普及で行き詰まることは山ほどある。だけど、あの時のリナの言葉を思い出せば、きっともう一度立ち上がれる。そんな確信めいた力が胸の底から湧いてくる。ありがとな。
お前がいてくれるから、俺もこうして続けていられるんだ。自重混じりに言うと、リナは、お礼を言うのは私の方だよ。と小さく笑って返す。それだけで、先ほどまでの疲労が少し薄れたような気がした。懐かしい話題に笑みを交わしていると、リナの目がふと病棟の奥に向かう。そういえば、黒崎くんの妹さん、もうだいぶ元気みたいね。担当の先生が順調に回復してますよって、大丈夫そうで本当によかった。ああ、そっか。俺も一度顔を見に行きたかったんだ。早速、二人で妹の病室へ向かう。個室のドアを軽くノックすると、ベッドの上に腰掛けた彼女が小さく微笑んだ。表情にはまだ少し疲れが残るが、その瞳には確かな生気が戻っている。調子はどうですか？まだ痛みやだるさは残ってませんか？病室へ入った俺は、まずベッドの上に腰掛ける妹の顔色を確認しながら問いかける。彼女は少しだけ首を振り、はにかむように笑った。はい、順調です。痛み止めもそんなに強くなくて大丈夫ですし、先生たちも思ったより回復が早いですねって、あの説は本当にありがとうございました。あの大手術を思い出すのか、彼女の目には安堵と感謝の光が宿っている。俺の隣で様子を見守っていたリナも穏やかに微笑み、よかった、頑張ってね、と声をかけた。来てたのか、雨宮、それにリナも。がらりと病室のドアを開け、黒崎が姿を見せる。外来の合間に寄ったのか、白衣の袖を無造作にまくり上げていた。気まずそうに視線をこちらに向けたかと思うと、すぐに妹へ向き直る。その表情にはいつもの高圧的な雰囲気はなく、どこか沈んだような影が宿っていた。彩香、調子はどうだ？ちゃんと寝てるか？うん、おかげさまで。ほら、顔色も良くなってるよ。妹はそう答え、小さく笑みを浮かべる。黒崎は安堵の息を吐くと、ちらりと俺たちを見合った。雨宮、本当に今回すまなかった。黒崎の低い声が病室に響く。その姿に、俺は複雑な思いで口を開いた。お前があの時どう思っていたのか、今更責めても仕方ないだろ。大事なのは、妹さんが無事に回復へ向かってることじゃないのか？黒崎はそれに答えることなく、小さく唇を引き結ぶ。そのまま、沈黙が落ちるが、やがて彼はぐっと、頭を下げるようにして続きをつぶやいた。お前には、俺が仕掛けたトラブルのせいで散々な目に遭わせた。謝って済むとは思ってない。しかも、妹が助かったのはお前のおかげなのに、ほんとすまなかった。その言葉に、妹の彩香が、申し訳なさそうに黒崎を見上げ、リナは息を飲んで、それ以上何も言わない。そして、俺は苦笑混じりに肩をすくめる。気にするなとは言わないけど、こうして妹さんが助かったんだ。あとはお前がどう行動するか、じゃないのか？黒崎はさらに唇を噛み締めた。この一件を重く受け止めた上層部は、彼に減給処分を言い渡したらしい。院内での立場はエリート外科医として確立していたはずだが、今回の不正アクセスや在庫データの改ざんに関わったことで、その地位は大きく揺らぎ始めているようだった。今の俺にできるのは、ちゃんとペナルティを受けて、しっかり反省して、患者を救うために全力を尽くすだけだ。自分勝手な嫉妬でお前を陥れようとした。そのツケは重い。わかってる。処分が下ったなら、ちゃんと受け止めたらいいさ。その上で、また患者を救うために前を向きゃいい。お前は腕のいい外科医なんだから、ここで終わりにする必要はないだろ。ありがとう。これ以上、情けねえとこ見せらんねえしな。それにしてもお前、病院内でも噂の的だぞ。天才的な手術をやってのけた MR がいるってさ。外科の連中なんか、何者なんだ、ぜひ会いたいってうるさいくらいだ。黒崎は小さく笑いながら言った。どこか誇らしげな色が伺えるのは、気のせいではないだろう。お前、やっぱり、医者に戻ってこいよ。実際あんだけの腕があるんだ。なんで MR なんかやってんだ。医者として働けばもっと。黒崎が言いかけたところで、俺は小さく首を振った。無理だって言っただろ。去年の事故で俺の右腕には、まだ感覚のズレがある。今回はなんとか乗り切ったけど、これをずっと続けるのはリスクが大きすぎる。沈黙が落ちる。黒崎は、俺が抱える事情を思い出したのか、渋い顔のまま何も言えなくなる。すると彩香が、黒崎の妹が、戸惑いながら言った。
雨宮先生、その事故ってもしかして、車道でうずくまっていた女性を助けたとか、そういうことじゃないですか？ああ、そうだけど、なんでそれを？それ、私かもしれません。あの頃、立ちくらみが多くて、あの日も足がもつれて、車道に倒れ込みそうになったんです。誰かがとっさに引き寄せてくれて。私その後どうなるかわからなくて、すごく怖くて。でも、まさかそれが、雨宮先生だっただなんて。俺は、彩香の言葉を聞くと、少し息をついて覚悟を決めた。彼女が車道に倒れ込みそうになった女性だと気づいたのは、実は、もう少し前のことだ。だけど、あえて何も言わなかった。あの日、確かに俺は君をかばった。夜の車道で、いきなりふらふらっと君が倒れ込んできたんだ。とっさに手を伸ばしたまでは良かったけど、勢いを止められなくて、俺ごと車にぶつかっちまったんだよ。そんで、あちこち骨折してさ。そう言いながら、俺は右腕に触れた。今でも少しだけ、痺れが残ることがあるし、重いものを持ち上げるときは、慎重にならざるを得ない。手術とかリハビリとか、いろいろ時間がかかったけど、結局完全には元に戻らなかった。医者として執刀を続けるには厳しいって判断して、俺は外科医を諦めて MR に転校したんだ。でも、君を救えたなら、それで十分だと思ってたから、わざわざ名乗り出るつもりもなかった。彩香は泣きそうな顔で何度も小さく首を振る。自分を助けようとしてくれた人が、後遺症を抱えたまま医師を辞めてしまった。それがどれほどの罪悪感をもたらすか、痛いほど伝わってくる。その時、黒崎が低い声で俺を呼んだ。なんで言わなかったんだよ。妹のためにそんな犠牲を払ってたなんて。どうして黙ってた？まさか、自分の妹を救った相手を、あれほど追い詰めるような真似をしてしまったのだから、怒りや焦燥、後悔、いろんな思いが混ざり合っているのだろう。言ったところで、何かが変わるわけじゃないだろう。俺はただ、目の前で倒れそうになった人を助けたかっただけだ。だけど、そのせいで医者を続けられなくなったのも事実。だからって別に、誰かを恨んでるわけじゃない。黒崎は唇を噛み締め、床を睨んだまま震える声を漏らす。俺は、なんてことを。結局お前に嫉妬して、バカな嫌がらせまでして、どう償えばいい？お前が俺を許せないのは当然だ。俺に罰を受けさせてくれよ。その声には、後戻りできないと悟った人間の捨て鉢な響きがあった。けれど、俺は首を振るしかない。そんなことしても、俺の腕が元に戻るわけじゃない。お前が医者としてやり直す気があるなら、妹さんをちゃんと守ってやれよ。それと多くの患者さんもな。それが何よりだろ。黒崎は何かを言いかけたが、声にはならない。そんな彼の肩を見やりながら、彩香は再び涙を浮かべて、静かにベッドの上でうつむいた。空気は張り詰めていたが、もう誰も過去には戻れないのだ。大切なのは、この先どう進んでいくか。それを俺たちは、それぞれの形で示すしかないのだと思う。病室を後にし、一通りの手続きや資料の確認を終えた頃には、すっかり日が傾いていた。廊下の窓から差し込む夕日が、橙色のグラデーションを作り出している。そんな静かな時間帯に、リナと二人で外来の待合ロビーに向かう。人通りも少なくなったせいか、いつの間にか落ち着いた雰囲気が漂っていた。いろいろあったな。あとは今後の仕事を頑張るだけ、なんだろうけど。窓際に立ち、ため息混じりにそう言うと、リナは少しだけ首をかしげ、遠慮がちに口を開く。本当は、ずっと話したかったんだ。卒業してすぐに連絡が途絶えちゃったから、心配してたの。でも、忙しいっていう噂も聞いたし、なんだか連絡しづらくて。そこで俺は視線を落とし、静かに続きを続けた。アメリカで仕事が立て込んでたのは確かだけど、それだけじゃない。医者を諦めるって決めた時、まだ誰にも言えなくてさ、リナに会ってもうまく笑えないと思ったんだよ。自分が情けなくて。リナは少しだけ瞳を潤ませて、でも優しい口調で言う。そっか、大変だったね。でも、これからは無理しないで。ほら、私が雨宮くんの右腕になるよ。唐突な宣言に思わず目を瞬かせると、彼女は得意げに胸を張る。だって、黒崎と付き合ってるんだろ？はぁ？違うってば。私が好きなのは、
リナは恥ずかしそうに頬をあからめると、すっと俺の顔へ近づいてきた。次の瞬間、ふんわりとした温かさが頬に触れる。驚いて固まる俺を見て、リナは声を潜めて微笑む。早くしないと、こんなにいい男、誰かに取られちゃうもん。だから私が先に、ね。そう言って、くったくなく笑う彼女の姿に、胸がじんわりと温かくなっていくのを感じた。もう医者ではいられないかもしれないけど、医療の現場を支える MR として進んでいける。そして、隣には、こうして俺を支えてくれる人がいる。夕暮れのロビーに、ほんのり甘い気配が漂ったまま、俺たちはゆっくりと歩き出した。あれから月日が流れ、すべてはゆっくりと前へ進んでいった。黒崎は今回の一件を機に、エリート外科医という肩書きだけにとらわれず、医者として大事なものを見つめ直すようになった。処分は受けたが、院内のいくつかの部署を回り、改めて基本的な技術を学び直しているらしい。周囲の若いスタッフからは、先生、最近すごく優しくなりましたね。とか、前より私たちに声をかけてくださるんです。と評判がいい。彼自身も外科医としての腕を磨く一方で、患者さん目線を大切にしたいと口にしており、あの頃とは別人みたいだ。黒崎の妹、彩香は、新薬のおかげで症状を見事に克服し、無事に退院した。定期検診では、まだ数値のチェックが必要だが、医師や看護師たちも驚くほどの回復ぶり。苦しそうだった面影は消え、むしろ快活さを取り戻し、今は入院していた時お世話になった看護師さんたちとまた会いたい、なんて言い出すほどだ。俺も自分の MR としての仕事に忙しく、奔走している。かつて黒崎が妨害したあの新薬は、今や桜医科大学附属病院で正式に使われるようになったばかりか、他の病院にも広がり始めている。海外と日本をつなぐパイプ役になりたい。そう思ってきた俺にとっては何よりの成果だった。そして何より、リナとは結婚することになった。あの夕暮れのロビーで、頬に触れた彼女のぬくもりが、俺の未来を優しく照らしてくれたように思う。正直、事故で外科医を諦めた時は、一度は全てを投げ出しそうになった。けれど、リナが俺の右腕になると宣言してくれたことで、ようやく本当の意味で前を向けたのだ。黒崎に報告すると、うつむき加減で固く拳を握りしめていた。どうやら、言いたいことをうまく言葉にできない様子だ。やがて、かすれた声が静かな病棟の廊下に落ちる。悪かったな。もうわかってると思うけど、付き合ってたっていうのは嘘だったんだ。お前が羨ましくて、どうしてもがっかりさせたくて、もう全部わかってるか。結婚するんだもんな。お幸せにな。涙を隠すように、まるで誰もいない方向を見つめる。ありがとう、黒崎。俺、リナを幸せにするよ。いや、一緒に幸せになる。そう言うと、黒崎は勢いよくこちらへ歩み寄り、俺をがっちり抱きしめた。黒崎も、妹の彩香も、そして俺たちも、それぞれが自分の役割を果たす中で確かな絆を築き始めている。これから新たな困難にぶつかることがあっても、もう大丈夫だろう。だって、昔から言われるだろう。一人で支えきれないことでも、誰かと力を合わせれば、いつだって乗り越えられるって。リナと並んで歩く今の俺には、その言葉が妙にしっくりと胸に響いていた。